お疲れ様です。日玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回もね、チワワレッスン動画、ファイナルです。で、最終的な仕上げの部分とかをね、ちょっとね、やっていきます。ちょっとね、この最後のね、シリーズ出すのにちょっと時間かかったのは訳があって、撮影してたんだけど、で、編集まで終わってた動画がね、ちょっとね、誤って消してしまって、撮り直しをしてました。で、内容はね、仕上げの部分なんだけれども、前回終わってるところが、色も完全に終わってね、ほぼ完成してんだけど、ストレートの状態だと。で、本当に毛がストレートの子だったら、あれで完成でいいんだけれども、ちょっとね、毛が長い子だったらカールしてたりするじゃない。で、そういうところを入れるためにはどうしたらいいかっていうね、ちょっとね、動画にしてます。なので、ちょっと仕上げの毛の入れ方とかね、ワンランク上に見せるための。あともう一つね、花の作り方を飛ばしていたので、改めて花の作り方の動画を入れているのと、あとね、話の中でね、前回かな、樹脂ペーストを使うんだよなんていう話をしてたので、粘土の花とフェルト作品のこのつなぎ目の部分、そこをね、樹脂ペーストで植えるんだけど、そこのね、話もしています。そんなところでね、最終的な仕上げになるので、見ていってください。はい、ではレッスン始まります。はい、それでは最終的には仕上げに入っていきます。でね、その前にね、この目を見てほしいんだけどね、これ今わかるよね。目に空気が入っているの。要は、白目を作った時に、ガラスとの接着部分、ここに、こう剥がれてしまってね、空気が入っちゃってるっていう状態。で、これなぜ起きてるかっていうと、目玉作る時にも言ったんだけど、白目粘土で作ってるから、その粘土が、樹脂粘土がね、しっかりと固まる前に、こうやって急いでつけちゃうと、これが起きちゃう。粘土がね、どうしても固まっていく段階で縮んでいくのでね、くっつけたんだけど、粘土のその縮む力に引っ張られて、パカッとこれ剥がれちゃってるんで。で、こうなってるんですよね。もう一回作り直さなきゃいけないので、最初ね、作るときにね、十分注意してください。はい。じゃあね、次ね、仕上げの話をしていきます。今ね、これ指で触っているとこね。耳とかね、頬の横の毛、それからね、今胸元。この辺ね、今見てわかるようにカールした毛が入っています。で、このカールした毛を入れることで、だいぶ印象が変わるんだよね。これ比べてみるとよくわかるんだけどね。左はね、この前のレッスン、最後の状況ね。ストレートの毛の状態。で、右が今の状態でね、カールした毛を入れてる。全然ね、ちょっと、与える印象っていうか違うでしょ。で、ストレートの子だったら、このストレートのままでいいし、で、中にはね、カールしてる子もいるから、そういう時は、こういう表現をしなきゃいけないよっていうところでね、これからちょっとやっていきます。でね、今回使う素材は何を使っているかっていうと、羊の原毛を使ってるんだけれども、これね、これ、なんだろう、羊毛屋さんに行ったら多分扱ってるとこ多いと思うんで、もうほんと借りっぱなしの毛。で、これを使います。ちょっと自然な毛なんでね、結構毛色はランダムです。で、もしそれがない人は、浜中で出してる、植毛カール、これ使ったりとか、あとは毛糸。普通の毛糸、太めの毛糸を、適当な長さに切ってばらしてあげると、こんな感じ。これいろいろ混ざってるけどね。毛糸をばらすと、こんな感じ。少しね、軽くほぐしてあげると、こんな感じになるので、そんなのをね、間に入れてやるといいんじゃないかなと思います。できればやっぱりその原毛とかほんと自然なカールしてる毛があった方が表現としてはね幅が広がるから、結構ねバラ売りしてると思うので、切りっぱなしのこういう毛ってね、そんなのね機会があったら手に入れておくといいんじゃないかな。僕もねこれ何種類も持ってます。いろんな自然なそのままの毛色のやつをね、染めてないやつ、茶色い毛色の羊のやつとかねいっぱいあるんで、はい、これを使っていきます。ちょうどね、カールの大きさとかもね、こう作品にちょうど合うぐらいなんだよね。で、こうやってね、色がいろいろ違うので、場所によって。で、作品と近い色の部分をこうやって適当に切っちゃいます。でね、毛質としてはね、結構硬いです、原毛は。羊の種類によるけど、それにしても硬いので、完全にバラバラにするんじゃなくて、軽くこのくらいでほぐしておいて、これを植えていきます。で、もうこれはねすでに植えてあるからちょっと場所ないんだけど、ちょっとね今ニードルでめくってる部分、ちょっと首の横らへん、この辺をねちょっともう少し入れていきたいと思います。
で入れ方としてそんな難しい話ではなくて、植毛したところかき分けて、でその下にこうやって入れてあげる。で今これスピード針で刺してんだけど、結構ねさっきも言ったけど毛がね硬いです、原毛は。なのでちょっとね最初慣れないうちは刺しにくかったりするけど、でもこうやってしっかり押し込んで刺してあげればね、で折り返した部分も上から刺してあげればしっかりはまるので、で植毛してた上の毛をしっかりとかぶせて毛の流れなじませてあげると自然になるからね。じゃあ反対側、こちら側もね入れていきます。これだと今ちょっとね量が少ないんで少し足します。あまり一箇所にね多い量をドバッと入れちゃうと、そこだけ突然ね毛質が変わってでカールしてって不自然になっちゃうから、やっぱり少量をこうところどころに混ぜていくっていうのがいいです。でしっかり入れてあげる。これみんなこう意識的にすごいがっちりね絶対に抜けないように植毛しようって考えちゃう人いると思うんだけど、決してそんなことはなくてさ、おもちゃとかぬいぐるみとかじゃないから、これを触ってさ子供が遊んだりするものじゃなくて、あくまでも鑑賞用だから、しっかり刺さってて自然に抜け落ちたりすることはしっかり刺していけばないので、その程度でいいです。刺し方っていうのね、どういうふうにこうリアルに見せるかっていうところの方を優先させてください。で無駄なところをカットしたらねこんな感じ、かなりね印象変わるよね。ふわっとした感じが出るので、こういう風にして必要なところに部分的にどんどん入れていくっていうことをやってください。でね次ねレッスン動画の中で花の作り方を飛ばしてたので、改めて花の作り方を今からやります。はい、使うのはね樹脂粘土を使っていきます。これはねいろいろメーカーあると思うけど、使い慣れてる好きなものを使えばいいと思います。でねもう一つあった方がいい道具はこれですね、スパチュラって呼ばれるヘラ。これじゃなくてもいいし普通の木べらとかでもいいけど、ヘラがあった方が使いやすいです。Amazon とかでスパチュラで検索したらね出てくると思う。粘土ベラでもいいしスパチュラでもいいから検索したらこんなやつが出てくるので、多分10本セットくらいでいろんな形があって、でそれで、2、3000円くらいで多分買えるはずなので、1セット持っててもねいいんじゃないかなと思います。こうやってねいろんなものを作れるので。で僕はこれにアクリル絵の具を入れます。これ粘土用の色つけるやつとかも売ってると思うんだけど、僕は絵の具でやってます。十分なんで。でこれねやると練ると手がねもうすごい色ついちゃうので、これをね包み込むようにして、で手のひらでねコロコロね潰さないようにして、ね、グリグリ回していきます。で少しずつ圧力増やしていって、で少しずつこうやって手のひらで回していくと、そんなに手が汚れずに、中の絵の具が飛び出ずにこうやってこねていくと、こんな風にね粘土混ざってくれるので。でねこれでやって失敗したらねブジュってこう中から絵の具出ちゃうんだけど、それでもそのままねこねり続けてれば粘土が全部飛び出た部分拾ってくれるのでね。はい、色がね混ぜ終わったらね作業しやすい台の上とかに置いてねこねて形を作っていきます。でね作品と合わせて花の大きさどれくらいかなって、で絶対これモデルの子の写真見ながらね花の大きさどれくらいかっていうのをこう比較しながら、で適量を手に取ります。だいたいこんな感じかなっていうところでね、今すでに花ついちゃってるけどね。でこれをこねて形を作っていきます。これあまり難しく考えずに、樹脂粘土で固まってしまうから、もし油粘土固まらない普通の粘土あるじゃない、ああいうので練習したら何度も練習できるからね。でそれで作れるようになったらね樹脂粘土とか固めれる粘土でね作ってみるのもいいかもしれないし、あんまりこれ深く考えずに粘土遊びするような感覚で作るとね作れるのでね、いろいろやってみるといいです。でここでスパチュラが役に立ってくるんだよね。
でこれいろんな形状があるんだけど、僕はねこの2つを使ってます。でこうやってね鼻の穴をねつけちゃいます。でその丸だけじゃなくて、このぼっこの部分、そこまで使ってこうやってグッと押し付ける。すると横から見るとこういう風に跡ついてるんで、ここをねこういうヘラ使って鼻の形状を少しずつ作っていきます。これはねどうやって作るかうんぬんじゃなくて、もうね犬の写真とか見て、猫の写真でもそうだしさ、とにかく鼻の形状どうなってんのかなって見て、でそれをね粘土細工で作ってみるっていうだけだから、あまりね難しく考えずにとにかく作ってみることが大事。はい、こんな感じでね少しずつ形を整えていきます。あとねこうやって少量でいいから手元に水を置いてやった方がいいですよ。なんか適当な入れ物を入れてね。で表面ね固まってくるし、ひび割れじゃないけどね割れ目できたりするから、それもねなじませるためにも水は必要で、少しずつこうやってね形を整えていくっていうことをやってください。あとねほんと写真見ながら、ほんとその子によって、例えば正面から見たらだよ、三角っぽい形の鼻の子もいるし、まん丸い鼻の子もいるしさ、とにかく鼻の大きさだって違うし、犬種によってはねこの鼻の穴丸じゃなくてさ、潰れてる鼻の穴してる子だっているし、でね鼻の穴の形、そして全般的な形を整えて、で最後ね僕鼻の真ん中の線っていうか筋っていうかあるでしょ、あれを表現するときにはニードル使ってますね。ニードル、これで真ん中に線を入れてあげる。軽くね押し付けて、こんな感じ。これ中心ずれないようにね十分注意して、で作ってあげるとこんな感じで出来上がります。はい、こんな感じね。だいたいいい感じでできてるよね。じゃあここからはね樹脂ペーストを作っていきます。余った粘土を使ってね、さっき花の作り方で余った粘土を使って、その粘土と手芸ボンド、木工用ボンドでもいいしね、ボンドとあとね水でそれを混ぜるヘラ、これね筆じゃないです、ゴムベラでね、適当なんだけども、樹脂粘土とボンドと水が1対1対1ぐらいになるように僕は適当に作ってるかな。でも途中混ぜながら硬さ見ながらねいろいろ材料を足していきます。でこうやって木べらでもいいしゴムベラでもいいし、ゴムベラよりね木べらの方が多分やりやすいと思う。で混ぜてって、ちょっと硬いなと思ったら水足したりボンド足したりして、こうやってね混ぜていく。でこれ何に使いたいかっていうと、なぜこのペースト状にするかっていうと、やっぱりさ粘土のままだとすごく薄く貼りたいとかさ塗りたいとかっていうところに粘土のままじゃ使えないから、それを固形の粘土をペースト状にしてこう塗りやすい状態にしてあげる。そのためにやってんだよね。でどこに塗るのかっていうと、ここ鼻とさ、今これはもうすでに塗ってしまってるんだけど、鼻とフェルト作品のねつなぎ目があるじゃない、ポンって鼻がくっついてっちゃってるだけだけど、本物の印とか見たらさ、そういうとこってさ溝なんて当然あるわけなくてさ、自然につながってるじゃない。でそこを自然に表現するためにこの樹脂ペーストを使ってもう一回塗るんだけどね、こうやってこの隙間を埋めるように、そこの割れ目っていうかな、つなぎ目を自然に見せるためにこうやって上からかぶせていきます。少しずつ、パテ埋めみたいなもんだよね。こんな感じで埋めていきます。でこれね乾いたら黒い粘土でやってるから勝手に黒くなります。でもし色が違ったらその時はアクリル絵の具で色を塗ってあげればいいので。で犬の写真とかもよく見てほしいんだけども、この辺結構ツヤツヤしてるじゃない。鼻からほんとマズルにかけてね、すごい短い毛でさ、で毛があるのかないのか、肉の質感なのかさ、ピカピカ光っちゃったりしてるじゃない。
でそういうところをしっかりこれで表現してるっていう感じです。まあ余分なとこあったらねティッシュで取ったり、まあ僕はもうほとんど指使うんだけれども、でこれねいきなり作品にやったらねすごく難しいと思うので、結構ねせっかくうまくできた作品がね失敗してこの辺デロデロになっちゃったらちょっとね困ると思うんで、最初慣れないうちはね何かねちょっと鼻つける練習のね土台作ったりしてさ、でそこにつけて塗る練習なんかねしてからやった方がいいんじゃないかな。もう慣れちゃえばなんてことない作業なんだけども、あとはこの鼻の上にさらに粘土乗せてるからデコボコにならないように綺麗にならしてあげる。まあ上から横から見てね、だいたい溝が埋まったら OK です。でこんな感じで乾くまで待ってあげる。はい、時間を置いてねペーストが今乾いた状態です。で色これ塗ってないです。もう乾かしたまんま。まあこんな感じでね黒い粘土で作ってると黒くなってる。こうやって見るとねこの粘土と毛のこの融合じゃないけどうまく自然にできてるでしょ。はい、ここからはね鼻のツヤをねもう少し出していきます。でね今見せたように使っているのはねツヤ出し用のメディウムを使ってます。なんだけどこれなかなか手に入らないと思うので、ない人はボンド手芸ボンドを水で少し混ぜて練ったものをねこうやってティッシュとか筆につけてねちょん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 ってやれば自然なツヤ出ます。でねこれ筆で塗ってもいいんだけど、やっぱりね雨塗りすぎちゃうと熱くなってね鼻ピッカピカになっちゃうから、それはちょっと不自然じゃない。なので自然なツヤにするために僕は筆で塗ったとしても最後必ずこうやってティッシュで上からポン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 叩くようにはしてます。これはねほんとボンドでやっても全然できる話なのでやってみてください。はい、こんな感じですね。はい、そしてこれがね完成した姿です。これはね目も入れ替えました。このレッスン動画を見ながらね何度も何度もね作ってみてください。1回2回じゃうまくいかない。だけどそれを何度も繰り返すことねやがてね自分の技術になっていくので、ぜひねリアルな作品目指してねたくさん練習してください。はい、レッスンお疲れ様でした。はい、レッスンお疲れ様でした。というわけでね最後ちょっと仕上げをやるだけでね作品のねこう見え方って全然変わるのでね、ぜひねこんな風にやってみてください。ほんとねちょっとした細かいところこれをねどう表現するかでねいろいろねやり方考えてやってみる。で僕のやり方は今回ねいろいろ披露したけれども、これは今現段階で僕がね試してやれてることで、他にもやり方なんて無限にあるし表現の方法なんて自由だから、このやり方じゃなきゃダメなんてことはないから、とにかくね思いついたことをいろいろ試してみる。でとにかくやってみる。これがねすごく大事です。はい、そんなところです。でね以前からね何度か言っていたねこれから始めるね技術アップ講座、これのね告知はね近々します。近日中にします。でまずはね LINE の方にね登録している方全員にね向けて発信と、あと一部内容はねYouTube の方でも発信をします。で今からねLINE 登録してっていう人もね見れるようにはしておくので、はい、そんなところでね近々ね流すのでもう少し待っていてください。はい、それではね今日の動画はここで終わります。チワワレッスン動画お疲れ様でした。ぜひねいっぱい作って腕をね上げてください。はい、ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。